皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の24日、金曜日ですね。時間がまたしても約1時間ぐらい遅れました。日本時間の夜の9時26分ということです。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今日は重要記事ということで、全国民必読だという長州新聞のですね、記事ですね。世界中が禁止するラウンドアップ、余剰分が日本市場で溢れ返るという恐ろしい記事なんですね。これはマスコミは一切書かないということで、国民は知らないと。日本ぐらいだけなんですね。世界各国で、禁止になっていると。あるいは裁判で負けて巨額な賠償金の支払いが命じられているということですけど、日本だけがデモも行われないと、裁判も提起されないと、政府が禁止することもないということで、メーカーがですね、安全な除草剤だという全く嘘のでっち上げの広告を打って、ホームセンター等々あるいは100円ショップ等々でいろんなブランド名で売られていると。日本だけなんですね。この事実を鋭く指摘したのが今日取り上げます長州新聞の昨日付ですね、5月23日付記事ということで、今日は全面的にこの記事を取り上げるということで、このラウンドアップを禁止すると、裁判に訴えると、デモをするという運動を日本でも開始する必要があるということなんですね。ということで、今日の放送ワイワイニュースライブの通算が2783回ということで、今日もツイキャステレビの一元放送です。映像と音声、問題なく配信されているようですね。ということで、今日の最新のお知らせですね。これは昨日の放送のメインテーマ、国会が内閣不信任案を可決した場合、内閣総理大臣は衆議院を解散できるという憲法第69条の規定っていうのは二重の意味で誤っていると、めちゃめちゃだというのが昨日のメインテーマなんですけど、そのメインテーマに基づいてですね、YouTube YouTube 向けの表紙、プリントアウトするの忘れましたね。まずいですね。すいません。プリントアウトするの忘れましたわ。ということで、その表紙が今プリントアウトしますかね。結構バタバタしてますんで、抜け落ちるんですね。ちょっとお待ちください。ここにもアップされてないのかな。おかしいですね。しょっぱなからちょっとトラブってますけど、
ちょっと、間に合わないですね。ということですいません。表紙の画像が出てこないんで、えーっと、昨日の放送の視聴者数だけでもお知らせするということで、ツイキャスが339名様、YouTube が243で、全部で582ということですね。この二重の意味で、間違っていると、憲法69条は。おさらいしますと、最初の間違いっていうのが、いつも言ってますように、憲法41条にの規定ですね。非常に重要な規定なんですね。国会は国権の最高機関であるという規定、すなわち、国会は3つの国権の中で最高の位置を占める、一番上位に位置するわけですね。その下に内閣があって、その下に最高裁があるというのが日本国憲法での力関係なんですね。で、ですから国権の最高機関である国会の下にある内閣の長が、内閣総理大臣が勝手に自分たちの都合で、野党が分裂しているとか野党に金がないとかいう弱みにつけ込んで勝手に、国権の最高機関である国会を、解散する権限なんてもともとないんですよね。それを歴代自民党政権の内閣総理大臣は事あるごとに衆議院の解散権は首相の専権事項であるということを言って、野党を脅かすわけですね。で2つ目の誤りっていうのは要するに国会でですね、内閣不信任案を可決された内閣総理大臣というのはその時点で、合法性あるいは正当性を失うわけですよね。正当性、と合法性を失った失格した内閣総理大臣が国権の最高機関である国会を、内閣不信任案が可決されたからという理由でですね、解散なんかできっこないわけですよね。だから69条っていうのは二重の意味で、めちゃめちゃな規定なんですね。これはもう完全にマッカーサーですよ。GHQ マッカーサーが将来、この時点で自民党はできてなかったんですけど、自由党と民主党これを合併させて、保守合同させて自民党を1955年に作ったんですね。これはもう全部 CIA 資金アメリカが全部資金援助して、そのトップに CIA の工作員として、米国の利益のために働くということを誓って、絞首刑を逃れた岸信介をトップにして、自民党を傀儡政党自民党を作ったわけですね。ですから米国の利益を常に優先する傀儡政党が日本の政治権力を独占できるように、内閣総理大臣にさまざまな権限を与えたと。その最大のものが衆議院の解散権なんですね。でも憲法41条の規定によって本来だったら解散権というのは国会自体にあって内閣総理大臣にありっこないんですけど、それを一切批判させないと、批判すること自体をタブー化するということで現在までずっと来て、何らかのでっち上げのですね解散の口実を大義名分という口実でっち上げ口実を作ってこれまで、野党が弱体化している時を狙ってですね衆議院を解散してきた自民党が総選挙で勝つのは当たり前と。戦後70年以上にわたって、傀儡政党米国の傀儡政党が政治権力を独占する先進国っていうのは
他にありえないんですね。他は全然ないんですね。ですからこの憲法69条、この規定っていうのはもうめちゃめちゃなんですね。でこの規定をもって、内閣総理大臣には内閣不信任案が可決されたときは解散権があるんですよということを捉えて、首相には解散権、衆議院の解散権があるということを言ってる人がいますけど、全くの誤りというのが昨日のメインテーマなんですね。ということです。で次に今日の画像ですね。今日の画像は12344つですね。一番最初の画像、これひどいですね。兵庫県の尼崎市立の尼崎高校バレー部で、部員をですね10回以上の平手打ちをして失神させ鼓膜を破ったコーチ、そしてその傷害事件をですね嘘を言って隠蔽した監督と、この傷害事件が起こったんですね。4月の29日ですよ。で今ようやく、表沙汰になったということなんですけど、ただマスコミはこのコーチと監督の名前は隠してるんですね。でもこの尼崎高校のウェブサイトでこのバレー部の紹介をしてますんで、このバレー部の紹介のウェブサイトの上にですね監督名とコーチ名が書いてあるんですね。で私はこのコーチ名と監督名をばらすということで、コーチがですね殿川かのというなんか非常に読みにくい殿川かのというコーチなんですね。それから監督が藤原和則と。で彼らの実名なぜ隠すのかということなんですね。それで、この件に関して尼崎の教育委員会の幹部が記者会見で、謝罪して、謝罪してるんですけど、いつものパターンなんですね。要するに権力犯罪を犯した当事者、権力犯罪者は当事者は常に隠されると。その代わりに直接関係のない関係者が記者会見で謝るということで、世の中はそれで納得しちゃうみたいなことがあるんですけど、実はこれは日本独特のですね天皇制なんですね。要するに、このように、部活の監督とかコーチとかですね、特に名門の全国優勝したとか等々の名門のスポーツ部ですねの監督とかコーチとか等々っていうのは小天皇になるわけですね。小天皇っていうのは要するに権力とか権威を持っている人がをですね、周りの人間が批判をしなくなっちゃうというまさに天皇制ですね。ですから日本全国至る所でこの小天皇っていうのがはびこってるんですね。そして、彼らが権力犯罪を犯してもパワハラとかセクハラとかあるいはこのような体罰とかやっても周りは黙認すると。そして、このように鼓膜が破れて失神して、という傷害事件になるまでですね表沙汰にならないと。で傷害事件になったとしてもマスコミは当事者権力犯罪者の名前は伏せるんですね。そして、直接関係のない、教育委員会の幹部たちが記者会見して
申し訳ありませんでしたと言って頭を下げると、そういうパターンなんですね。これはまさに天皇制ですよ。いわゆる最悪なのがアジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇の戦争責任は一切問わないと、悪いのは周りの軍人だと、平和を希求した昭和天皇の天皇に逆らって周りの軍人とか政治家とか官僚たちが無謀なアジア太平洋侵略戦争に突入させたんだと、こういうのがいわゆる、評論家等々が保坂とか、あるいは半藤っていうんですか、兵藤いますよね。一見、戦前の軍事独裁天皇制を一見批判しているようですけど、彼らは決して昭和天皇の戦争犯罪は批判しないんですね。周りが悪かったということなんですね。これと同じなんですよ。一番中心的な権力犯罪者が免罪免責され隠され、何事もなかったかのように復帰するというのが現在も続いている天皇制なんですよ。ということで、今日の最初の画像はそういうことです。で2つ目の画像がこれはあれですね、れいわ新選組のツイッターのアカウントがロックされたということだったんですけど、ロックが解除されましたということで、自殺を助長すると判断されたツイートを削除するか、異議申し立て中アカウントを使えなくなるが異議申し立てをするかという2択を責められていましたと。申し立てが通りロック解除と。ツイートは削除せずに済んだので引き続き動画拡散お願いしますという、こういうツイッターの声明が出ましたね。一時はかなり騒然としたんじゃないですか。ツイッターがれいわ新選組のアカウントをロックしちゃったということは、これはもう完全に検閲であり情報遮断であり弾圧だということで、かなり、クレームがいったと思いますよね、ツイッターに対してね。から3番目がですね、山田洋次監督の言葉ということで、昨日はアメリカのクリント・イーストウッドの言葉、戦争は戦争に関して美しい言葉を吐く人間は信じるなと、彼らは決まって戦争に行ったことのない部外者なんだと、たくさんの生命が政治家によって殺されたんだと、戦争に動員され殺されたんだと、こういうのを紹介しましたけど、今日はこれですね、ちょっと見にくいんですけど、山田洋次監督ですね。今読みますね。東京オリンピックには期待していないと。オリンピックが終わった後がどんなに悲惨かというのはロンドンであり北京であり見えているじゃないかと。施設の後が東京荒涼としてしまうと。東京もああなるのかと思うとゾッとすると。今大切なのはオリンピックじゃなくて福島じゃないですかと。この国は安全だって宣言しちゃったけど本当にそうなのかと。絶対そうじゃないと僕は思うなと。だって毎日汚染水が見つかって海に流れ込んでいるでしょうと。何の見通しもなくてどうして 100% 安全だって言えるのだろうかと。これは安倍晋三を批判してるんですね、これね。ということです。それから4番目がウルグアイの前の大統領ムヒカ前大統領の言葉ですね。
これですね。発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはなりませんと。愛情や人間関係、子供を育てること、友達を持つこと、そして必要最低限のものを持つこと、これらをもたらすべきものなのですというのがムヒカ大統領の言葉ですね。ということです。発展は人類に幸福をもたらすものではなくてはならないと。実際は発展は戦争を誘発し、人を殺し、人を不幸にするという真逆のことなんですね。ということです。今日の画像ですね。日本全国このようなことが部活の中では行われてるんですよ。たまたま氷山の一角で、この傷害事件がマスコミによって、暴露されましたけど、日常こんなことは日本中で頻繁に起こってるんですね、毎日ね。なぜなのかと。これはもう小天皇が跋扈してるからですよ。高知の名前、殿川若野ですって。若野なんて殿川っていうのはまあ読めるかもしれないけど、若野っていうのは読めますかね、これね。監督は藤原紀一ということですね。で、令和のツイッターアカウントが解除されたと。自殺を助長すると判断されたツイートですって検閲してるんですね。だから自分たち勝手にフェイスブックと全く同じですね。自分たちが勝手にでっち上げた規約、自称規約に基づいてあなたの投稿した文章はこの規約に違反していると。ですから利用を制限しますよと、禁止しますよというんで、私はもう今年の1月から連続で毎月利用禁止処分になってですね、現在もそうなんです。だから使えないんですね。それから山田洋次監督の言葉、今大切なのはオリンピックではなく福島じゃないですかねと。この国は安全だって宣言しちゃったけど本当にそうなのかと。こういうことを正面切って批判する人っていうのはほとんどいなくなっちゃったんですね。これ恐ろしいことですね。からムヒカ大統領、前ウルグアイ大統領、発展は人類に幸福をもたらすものでなくてはなりませんと。実際の発展は金持ちだけが幸福になり、99% の一般庶民が不幸になるということなんですね。今日の一言です。そうか。これが画像なんですね。で、今日の一言は山田監督の言葉の全文ですね。東京オリンピックには期待していないと。オリンピックが終わった後がどんなに悲惨かという
のはロンドンであり北京であり見えているじゃないかと。で施設の跡が荒涼としてしまうと。東京もああなるのかと思うとゾッとすると。今大切なのはオリンピックではなく福島じゃないですかと。ミルキーさん、東京オリンピック・パラリンピックの開催費用は3兆円。この費用で何軒の家ができるでしょうかと。被災に遭われた方や福島から移転を希望する人たちへの援助ができる十分3兆円十分ですよ。だからそうですよね。1人、1件あたり1億として、3万件ですよ。だから1億もかかんないから、例えば1000万だと30万件。1000万の家を30万件建てられるんですね。3兆円。だからこんな東京オリンピックなんていうのはやめた方がいいんですよね。おそらく3兆円でも間に合わないでしょ。おそらく4兆円じゃないですかね。ロンドンオリンピックが3兆5000万と言われてますから、東京オリンピックはそれ以上でしょうね。壮大な無駄ですよね。福島を犠牲にして、何でしたっけ。そっか。山田洋次監督の言葉を今やってるんですね。この国は安全だって宣言しちゃったけど、本当にそうなのかなと。絶対にそうじゃないと私は思うな。だって毎日汚染水が見つかって海に流れ込んでるでしょうと。安倍が勝手に宣言しちゃったんですね。東京オリンピックを誘致するために。何の見通しもなくてどうして 100% 安全だって言えるのだろうかと。そうですね。そして、ムヒカ前ウルグアイ大統領の言葉。ムヒカ前大統領の奥さんが現在の政権の副大統領になってるんですね。すごいですね。発展は人類に幸福をもたらすものではなくてはなりませんと。愛情や人間関係、子供を育てること、友達を持つこと、そして必要最低限のものを持つこと、これらをもたらすべきなんです。彼らしいですよね。必要最低限のものでいいんだと。余計なものはいらないよということで、彼ら夫婦は大統領5年の任期の間、大統領官邸には一切住まないで、オンボロのですね、フォルクスワーゲンを運転して、自宅の農家から通ってたということで、大統領の給与のほとんど 90% を使わずに、寄付してたんですね。だから世界一貧しい大統領と言われたんですけど、こういう人なんですよ、本来大統領とか首相になるべき人は。ということです。そして、今日の推薦図書で、ちょっとこっちはですね、なんか生の資料ばっか多くて、要するに何なんだということがですね、なかなか出てこないんで、ちょっとこれ中止しますね。文字も小さいし、このタイトルは非常にいいんですね。日米合同委員会の研究で、日本の謎の権力構造の正体に迫るという、非常にこのタイトルはいいんですけど、中身がですね、いまいち、いまいちなんですね。
ということで、ちょっと中止して、こっちに戻りますね。で、この日本が自滅する日、石井幸喜さんの本、これ今日は85回目ですね。第3章、公共事業という名の収奪システム。第3節、ダム建設という巨大な無駄。で、今日はダム建設を阻み続けた徳島県、木頭村っていうんですかね。ここを読みますね。3ページぐらいです。奥津町の抵抗が敗北に終わったのに対し、ダム建設計画を阻み続けてついに中止に追い込んだのが四国の霊峰剣山の山系にある徳島県、木頭村であると。そうですね、地名がなかなか難しいんで、このように読み仮名を振ってもらうと楽ですよね。徳島市から車で約2時間半、徳島県境に接し、村の 93% が標高500メートル以上の山地にあると。その木頭村の中心部を紀伊水道に注ぐ長川の最上流部が西から東に流れると。村民の多くは林業で生計を立て、柚子の特産として自然とともに生きてきたと。しかし過疎化の波には勝てず、人口は平成10年に入って2000人を割ってしまったと。その村に、細子内ダムの建設を打ち出したのが国と徳島県だと。下流域の工業用水などを確保し、地域振興の柱にするという名目だったと。洪水調整、農業用水確保などの多目的ダムで、ダムサイトの高さ約105メートル、貯水量6800平方メートル、総事業費200億円というものであると。建設が実現すれば、同村西内区の約30戸が水没すると。この計画に対して村議会は平成2年に白紙撤回を求める決議をすると。その実行を目指して平成5年、村長に無投票当選したのが藤田恵さんだったと。村の医師がダム阻止にまとまったのであると。徳島県の遠藤知事が、これはダムですね。読み方何？細子内ダムか。細子内ダム建設を最重要施設一つに据えるなど逆風が激しい中で、藤田村長は自ら村環境基本条例を起訴したと。木頭村版ダム建設阻止条例であると。条例案は全文で、豊かで広大な森林とこれに対する中川の源流は村のすべての生命の源であると述べ、村民は良好な環境を享受する権利を有すると環境権を前面に打ち出すと。素晴らしいですね。環境権の理念を実現するために村長の権限で環境保護地域の設定ができ、ダムなどの耕作物の新築や開墾、牧畜伐採などに村長の許可を必要とする特別地区を設置する条項も盛り込んだと。村長の意向を受けない開発行為に対して村長は中止命令を出すこともできると。その命令に違反した場合は最高6ヶ月から3ヶ月の懲役、5万円から1万円までの罰金刑という罰則規定もあると。素晴らしいですね。この案は町議会で議論の末、木頭ダム建設阻止条例とふるさとの緑と清流を守る環境基本条例に改められ成立したと。私は平成10年5月の連休を利用して一人で、木頭村に行ったと。ダムの予定地は岩肌の美しい深い渓谷が中心になっていて、水没予定地とされている区域はとてつもなく広大だったと。村長らは私を予定地よりかなり上流の方まで案内してくれたと。
そこで私が見たものはまさしく墓だったと。自然の墓、川の墓となったダムだと。ダム建設を予定して作られた砂防ダムだと。ダムに落ちているはずの水は途切れながらちょろちょろと流れているに過ぎない。水の代わりにダムを覆っているのは堆積した土砂であると。土地が50メートル前後も続くと、その下から水が染み出すように流れ出ていると。だんだん畑のように、土塊、細い水流、土の塊、細い水流と繰り返すと。それが10重20重に、続いているのがダムなんだと。これがダムで破壊された川の末路であると。大雪が降ると、大雨が降ると水はどっとあふれるだろう。しかしダムでせき止められているから土砂は流れず果てしなく溜まっていくと。ダムは建設されてから何十年も経つと必ずこうした川の墓となるのだ。作郷内ダムの計画予算額は350億円だったが、計画が実行された場合、間違いなく1000億円以上の税金が注ぎ込まれることになる。紀藤村はそのおこぼれに預かることを拒否し、産地の特色を生かした村づくりにチャレンジしている。私は読者諸兄に、紀藤村支援を呼びかけたいと。平成10年秋には郵便局の廃屋を利用した山村留学センター血友館を完成させたと。近くの村立北川小学校児童17名は平成3年度から山村留学制度を始め、地域の家庭が里親になっていたが高齢化が進んだためセンターを開設することにしたのだと。特産の無農薬柚子の果汁を原料にした食用酢を生産し販売もしていると。平成2年からは農作業を手伝うボランティアを募集したダム拒否の村づくりを理解してもらうため、都市と山村の交流を目指すシステムであると。藤田村長らの必死の努力が実り、細郷内ダム計画の中止が最終的に決まったのは平成12年1月であると。島根県の中海と同様、現地の住民と野党議員の運動に押された与党3党の公共事業見直し委員会が中止を勧告し、旧建設省にも強行は無理と諦めたと。村は晴れてダムなしの村づくりに取り組めることになったと。もっともその前途は平坦ではないと。翌13年4月の村長選挙で藤田氏が敗れたからだと。そう当選したのはダム問題はもう終わった。これからは県と協調した公共事業の誘致だと主張した前村前の教育長の伊藤英氏氏であると。ダムはごめんだが公共事業は欲しいという村民の複雑な思いが選挙結果に投影しているようだと。藤田氏は柚子の無農薬栽培やジュースなどの商品化を行っている株式会社紀藤村の社長として村おこしに情熱を注いでいると。会社の電話番号は 0884682212 であるという会社の電話番号まで紹介してますね。すごいですね。ということで、ダム建設を阻止した村長の話ですね。ということです。今日の推奨文ですね。来週の月曜日は次は計画発表から41年目の着工というところで、これは短いですね。これは読んだんだ。失礼しました。この次だ。水砂の放流という新たな事業に、乗り出す国土交通省というところですね。それで今日のメインテーマですね。今日のメインテーマは重要記事として長州新聞の記事、世界中が禁止するラウンドアップ、余剰分が日本市場で溢れ返るというとんでもない、状態を鋭く
分析したなかなか秀逸な記事ですね。長州新聞5月23日付ですね。ここで、皆さんからのコメントですね。アフターマッチさん、コンティニューコインですね。砂月さん、今日のメインテーマ、リツイートしてくれました。それから土山純一さん、お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。ミルキーさん、さっき読みましたね。東京オリンピック・パラリンピックの開催費用は3兆円と。この費用で、何軒の家ができるんでしょうかということですよね。だから1軒1000万円として30万個ですよ。30万個。ということは福島県の人口が200万ですから30万個で平均4人で120万ですから福島県全県民の6割の人の住宅が賄えるということですよね。それからミルキさんコンティニューコイン、K さんコンティニューコイン、からヘチさんこんばんは、カットメンさんコンティニューコインとお茶ですね。石森さん、山崎康越ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さんコンティニューコインですね。配信ありがとうございます。遅い方が助かりますということですね。からこれは何て読むんですかね。非食っていうんですかね。お茶ですね。ヒロさんですね。からみちさん、お疲れ様です。デジタル手続き法が成立、マイナンバーカードの普及に向け、健康保険証などとしても利用できるように機能を拡充することも盛り込まれということで、これもうあれですよね。いわゆる、社会保障に限定してこのマイナンバー制度を作りますと。いうことだったんですけど、どんどん拡大して、預金口座、銀行情報、そして、健康保険からありとあらゆるものを関連づけるというのが日本なんですね。で最初はこの制度っていうのはマイナンバー制度っていうのはフランスの社会保険、マイナンバー、国民一人一人、私も持ってましたけど、一人一人に、ナンバーが振られるということで、これで情報を一元化できると。ただし日本と違うのは、この社会保険、社会保障ナンバーっていうのは社会保障限定なんですね。他との関連付けは一切禁止されてるんですね。日本は禁止どころかそれを口実にしてありとあらゆる個人情報をこのマイナンバーの中に、盛り込むということで、これはもう完全に、全国民を情報を一括管理するというためのものなんですね、これね。ということです。砂月さん、まるでゴーストタウンと廃墟と化した世界の五輪会場10セント。これはあれですね、山田洋次監督が言ってた廃墟になった10選ですね。はい。ということで、この長州新聞の記事を丸ごとですね、今日はメインテーマにして読みますね。遺伝子組み換え作物輸入とセットで広がると。で、写真があって、モンサント社に抗議するスイスのデモという写真なんですね。これバーゼル、これですね、モンサントの抗議デモと。で毎年5月には反モンサントデー、現在は反バイエルモンサントデーにと称して世界中の農民や労働者など広範な人々が一斉に抗議行動を行っていると。今年も18日にフランスやスイス、ドイツ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど数百の都市で一斉にデモ行進を行ったと。日本では一切ないですね、これね。
行動の主眼はモンサントが開発したラウンドアップを含む除草剤への抗議だと。ラウンドアップの発がん性や遺伝子への影響が問題になり、2013年に始まった反モンサントデーは今年で7回目を迎えると。抗議行動の高まりの中で世界各国ではラウンドアップの使用禁止や販売中止、輸入禁止が主な流れになっていると。ところがそれに逆行して日本では内閣府食品安全委員会がラウンドアップを安全と承認し、農協が使用を推奨し、ホームセンターなどでも販売合戦に拍車がかかっていると。世界中で規制が強化され、販売先を失ったラウンドアップが日本市場に流れ込んでいると言えると。ラウンドアップとはどういう除草剤で、なぜ世界各国で使用禁止になっているのかを見てみたいと。でフランスでは18日、反バイエルモンサントデモに世界中から数千人が参加したと。この行動に参加した後、黄色いベスト運動のデモに合流していると。フランスは世界第3位の農業消費国で、ラウンドアップに対し関心が高いと。世界中で200万人以上が参加した第1回目の2013年の行動以来、2015年のデモには世界40カ国以上、約400都市で行動が行われるほど年々規模が大きくなっているということで、フランスでのデモの写真が載ってるんですね、記事に。なんで日本で全然デモが起こらないのかということですよね。で、今年1月、フランス当局は安全性に問題があるとしてラウンドアップ除草剤とその関連商品の販売を禁止したと。ラウンドアップはベトナム戦争で使われた枯葉剤を作ったモンサントが1974年に発売した除草剤で、グリホサートを主成分としていると。昨日あれですよね、山田元農水省が主催している、団体が国会議員28人の毛髪をですね、フランスの研究所に送って、調べてもらったら、その7割19人の毛髪からグリホサートと、それからこれが分解した AMP っていうんですかね、それが検出されたということを、取り上げましたよね。これですね、グリホサート。このグリホサートが猛毒を含んでおり、2015年に世界保健機構 WHO の下部組織国際がん研究機関がおそらく発がん性があると発表し、17年には米国政府の研究で急性骨髄性白血病との関連が発表されたと。発表したのは米国の国立がん研究所、国立環境健康科学研究所、環境保護庁、国立職業安全健康研究所の共同プロジェクトと。急性骨髄性白血病が急速に発達するがんで、5年の生存率は 27% としたと。同年にはカリフォルニア州がラウンドアップを発がん性物質のリストに載せたと。今年2月にはワシントン大学の研究チームがグリホサートにさらされると発がんリスクが 41% 増大するとの研究結果を発表したと。グリホサートは発がん性はもちろん植物を枯れ死させてしまうが、同様に土壌細菌や腸内細菌も損なうと。腸内環境を破壊することでアレルギーなど自己免疫疾患などの原因になったり、神経毒として自閉症や認知症を誘発する可能性が指摘されていると。また生殖に与える影響も懸念されていると。精子の数の減少、胎児の発育に影響を与える可能性だけでなく、世代を超えて影響する危険を指摘する研究結果も発表されていると。ベトナム戦争でまかれた枯葉剤によって作られたダイオキシンは3代にわたって影響を与えると言われるが、グリホサートにも同様に世代を超えた影響が出る可能性も指摘されていると。ホームセンターで販売されているラウンドアップと。
ランドアップの危険性が問題にされた歴史は古く、1996年にはモンサントが食卓塩より安全、飲んでも大丈夫、動物にも鳥にも魚にも事実上毒ではないと宣伝したことに対し、ニューヨークの弁護士が訴訟を起こしたと。2001年にはフランスでも消費者の権利を守る運動を行っている活動家が訴訟を起こしたと。争点になったのはグリホサート使用による土壌の汚染問題で、 EU は環境に危険であり、水生動物にとって毒であるとしたと。2007年にモンサントは嘘の広告で有罪判決を受け、2009年に判決が認められたと。2003年にはデンマークがランドアップの散布を禁止したと。グリホサートが土壌を通り抜けて地下水を汚染していることが明らかになったことだと。2008年の科学研究では、ランドアップ製剤とその代謝産物が試験管の中でかなり低い濃度であっても、人間の肺、胎盤、へその緒の細胞に死をもたらすことが明らかになったと。代謝産物とは分解された除草剤の役目をしなくなった状態のもので、分解されても動物には同じように死をもたらすことが明らかになったと。2009年のネズミの実験では、思春期の時期にランドアップにさらされると、生物の発達に障害を起こす内分泌腺撹乱の可能性が発見されたと。内分泌の撹乱とは、脳内ホルモンのバランスを崩すことで体が思うように動かなくなったり、気分を自分でコントロールすることが難しくなることを言うと。カナダでは2012年末までに全州で芝生や庭での使用を禁止したと。アメリカでは長年にわたるランドアップの使用によるがん発生が広く問題になり、昨年8月、今年3月、5月の3回にわたってランドアップを使用してがんになったとし、モンサント社を訴えていた原告が勝訴したと。同様の訴訟は1万3000件以上も起こされていると。直近の5月13日にはカリフォルニア州の夫婦がランドアップが原因でがんを発症したとして賠償を求めた訴訟で、州裁判所の陪審はモンサントに対し約20億ドル、約2200億円の支払いを命じたと。被告1人につき10億ドルという懲罰的賠償額は、2017年にモンサントが農業部門で得た利益8億9200万ドルに基づくとしていると。この評決を歓迎したアメリカの市民団体は、何十年もの間、モンサントはグリホサートが無害であると農場従業者、農薬散布者、住宅所有者に思わせていたと。世論は明らかに変化している。発がん性のある農薬を市場から締め出し、生態系を守る農業に移行しつつある農家を支援する時が来たとの声明を発表したと。なお、昨年8月の裁判では2億ドル、約8000万ドルに、後に約8000万ドルに減額。今年3月にも8000万ドルの賠償をバイエル・モンサント側に命ずる判決が下されていると。こうした中でアメリカでは全ての州でランドアップの全面禁止を求める運動が開始されていると。ニューヨーク州ではランドアップを安全な農薬と宣伝することが禁止されていると。次々モンサントを告訴、判決は賠償を命じると。フランスでも今年4月、控訴裁判所がモンサントのランドアップの一世代前の農薬ラッソによって農民に神経損傷の損害を与えたとしてモンサントに有罪判決を下したと。ちなみにラッソは1980年代にアメリカで最も多く売られた農薬だったが、危険性が問題になり、米国環境保護局が発がん性の可能性を認め、フランスを含む EU では2007年に禁止したと。だがアメリカと日本では使われ続けていると。日本では日産化学が日産ラッソ乳剤として現在も販売していると。日産化学。フランスはランドアップに対しても今年1月に個人向けの販売を禁止したと。政府は今後3年をめどに農家向けにも禁止すると公表していると。フランスではまた1700人の
医師が作る連合体がランドアップの市場からの一掃を求め運動を展開していると。さらに、養蜂農家の協同組合がランドアップに汚染されたとしてバイエルン・モンサントを訴えていると。ランドアップを多く使用してきたブドウ園などでは農薬への依存を減らす動きが活発化しており、条件のいいところでは 100% 使用を減らし、条件の厳しいところでも 70% 農薬の使用を減らす計画であり、ランドアップの命運はほぼ尽きている状況だと。2014年にはスウェーデンやノルウェーがランドアップの使用を禁止したと。オランダ議会は2015年までグリホサートの使用禁止を決めたと。ブラジルでも2015年、連邦検察官が司法省にグリホサートを暫定的に使用禁止するよう求めた。ドイツ、イタリア、オーストリアなど33カ国は2、3年後に禁止すると表明していると。スリランカ政府は2014年、ランドアップの販売を禁止し、翌2015年にグリホサートの輸入を禁止したと。これはカドニウムとヒ素を含む土壌でランドアップを使用した場合、飲料水や米を通して重い慢性腎不全の原因となるとの研究報告を受けたのことだと。ロシアでも2014年4月、ランドアップ耐性遺伝組み換え食品の輸入を禁止したと。アラブ6カ国も使用禁止に踏み切っており、ベトナムなどアジア5カ国やマラウイはグリホサートの輸入禁止を決定していると。エルサルバドルやチリ、南アフリカ共和国などもランドアップの販売を禁止するか禁止に向けて動いていると。流通業界では昨年8月のアメリカでの評決を受け、イギリスの流通大手がランドアップの販売禁止の検討を始めたと。アメリカに本社を置くスーパーコストコも今年4月、ランドアップの仕入れと販売をすべて中止することを発表したと。コストコは世界に約768の大型店舗があり、日本にも26店舗あると。別名で店頭に並ぶ日本と、政府が安全とお墨付きと。このようにランドアップの危険性の認識は世界的に拡散されており、店頭でランドアップが簡単に手に入るのは先進国では日本ぐらいになっている。日本ぐらいのひどいね。世界中から弾き出され行き場を失ったランドアップが日本市場に一気に流れ込んできており、除草剤では売上トップの座を占めていると。日本では日産化学が2002年5月にモンサントの日本での農業除草剤事業を買収し、ランドアップの日本での販売権を引き継ぎ、優れた効力と環境に優しい除草剤などと宣伝してきたと。日本政府はすでに世界的に危険性が明確になっていた2016年にグリホサートの安全性を確認したとの評価書を公表したと。この評価書を前提に2017年12月にはグリホサートの残留農薬基準を大幅に緩和したと。小麦でも6倍、そばで150倍、ごまで200倍、紅花の種で400倍という桁違いの大緩和だと。しかもこのことをマスコミは一切報道しなかったと。このようにこれによって、グリホサートの残留基準は中国の基準の150倍になったと。中国からの輸入野菜が農薬まみれで危険だと問題していたが、その中国野菜の方がまだマシという殺人的な状況になっていると。異常ですね、これね。またランドアップの主成分であるグリホサート剤はすでに成分特許が切れており、さまざまな名前で同剤が販売されていると。その中には住友化学園芸の草退治などがあると。ランドアップは日本の店頭では最も安全な除草剤とか驚異の除草剤とかいった宣伝文句で販売されていると。農協の販売ルートにも載っており、ホームセンターやドラッグストア、100均などでも大々的に扱っていると。またテレビ CM や新聞広告もされ、
危険性についての説明は一切なく、警戒心なしに購入し使用しているのが現状だと。モンサント社が遺伝子組み換え作物を開発したのは、ランドアップに耐性のある農作物を作り、セットで販売するためだったと。ランドアップの販売促進は遺伝子組み換え作物導入とセットでもあると。日本は世界で最大級の遺伝子組み換え作物輸入国で、日本の遺伝子組み換え食品表示は世界の制度の中でも緩いため、日本の消費者は知らないうちに大量の遺伝子組み換え食品を食べさせられていると。モンサントのホームページには、日本は海外から大量のトウモロコシ、大豆など穀物を輸入しており、その数量は合計で年間約3100万トンに及ぶと。その半分以上、1600万から1700万トン、日本の米の生産量の2倍は遺伝子組み換え作物で、日本の食生活安定に大きく貢献しているとし、ランドアップとともにぜひ遺伝子組み換え作物の効果やメリットを目で見て肌で感じてほしいと豪語していると。こうしたモンサントの要求に応えて、日本政府はモンサントの遺伝子組み換え作物をアメリカ政府以上に承認していることも明らかになっていると。TPP11 の発効や今後の日米貿易協定などを通じて、今まで以上に遺伝子組み換え作物輸入の圧力がかかっていることは必至だと。モンサント社、昨年ドイツのバイエル社が買収は、アメリカのミズリー州に本社を構える多国籍バイオ化学メーカーと。除草剤ランドアップが主力商品で、遺伝子組み換え作物種の世界シェア 90% であり、世界の食料市場をほぼ独占している巨大なグローバル企業だと。同社は人間の健康及び環境の両方に脅威を与えているという理由から、健康情報サイトでは2011年の世界最悪の企業にも選ばれていると。ランドアップが世界中で禁止され、締め出せる中、唯一日本政府がモンサントの救世主となって一手に引き受ける段取りを取り、日本市場に流れを打って持ち込まれていると。国民の健康や生命を危険にさらし、子々孫々の繁栄にも関わる国益をモンサントという一企業に売り飛ばしていることを暴露しているという。恐ろしいですね、これね。世界中で禁止され、行き場がなくなったラウンドアップが、日本政府が大幅にですね、基準を緩和したために、そのために日本政府は基準を緩和して、締め出されたラウンドアップを日本市場で大量に受け入れていると。でさらに、世界最大の遺伝子組み換え食品、輸入食品、作物を日本は輸入しているという。これは全然知らなかったですね。大手マスコミ一切この辺の情報は出さないですね。最悪、うちは使わなくても近辺の空き地で大々的に使っていると。すぐ近くということで、すごいですね。砂月さん、沖縄市ドラム缶ダイオキシン170倍基地跡地で検出、琉球新報、沖縄の新聞、地域のニュースと。だから放置したまま米軍は現状復帰させないで、そのままダイオキシン、のドラム缶に入れたダイオキシンをそのまま置いてきたということですね。モフネコボさん、ネコボクさん、ラウンドアップ世界で問題拒否しているなら、日本では許可でも店ではひっそり売ればいいのに、ホームセンター一番目立つような売り場にずらりと並んでいるという。すごいですね。これもうあれですね、近くのホームセンター、売ってるホームセンターとか100に行って、僕らがあれですね、売るのやめろというふうに抗議するしかないですね、これね。ミルキーさん、80% の作物がミツバチの受粉によって作られると。除草剤ランドアップがミツバチの
大量死の原因とミツバチが絶滅したら人類にとって重大な食糧危機を招くということですね。米軍から汚染された土地が帰ってくると。島袋夏子さん、論座朝日新聞の言論サイトですね。砂月さん、マイナンバーで濡れてに泡のはずが利用進まずから、砂月さん、勝英二郎といましたね。勝英二郎、日本の大蔵官僚実業家第9代財務次官、インターネットイニシアチブ代表取締役社長、アナホールディング株式会社経営諮問委員会委員、読売新聞本社非常勤監査役という、とんでもないです。こいつがあれですよね。マイナンバーを事実上作ったんですよね。そして、このインターネットイニシアチブっていうこのマイナンバー制度ができると一番儲かる、コンピューター関係の会社に天下って今は社長しているということですね。アメリカのタバコやオスプレイ同様モンサントと。ヘチさん、アメリカの社会保障番号、韓国の国民番号、両国がかなり先に行ってます。日本はそれでもよく対抗してきたのだと。抵抗ちょっと意味が分かんないですね。砂月さん、まるでゴーストタウンと廃墟とかした世界の、これは読みましたね。ということで、この記事は非常に重要ですね。だから日本の消費者団体あるいは環境保護団体も一切この問題に関しては取り上げてないですね。これからですね。だから私もできるだけですね、個人ベースで売ってる販売店、ホームセンターあるいは100均等々に行って直接この記事を読ませて販売やめろということを個人で行動するしかないですね。ここまでひどくなっているということですね。砂月さん、嘘。アメリカで家庭菜園が禁止する法案が可決されたと。モンサント保護法。嘘大げさ紛らわしいと。モンサント社の親会社バイエルはナチスドイツが強制収容所ガスでそうですね、チクロン B という殺虫剤を製造していたイーゲファルメンという企業連合の傘下に入っていたという。そうなんですね。だからわざわざこんなモンサントといういわく付きの企業を買収するっていうのはそういう過去を持ってるからでしょうね。だから戦前からのいわゆる黒い、経歴がそのままモンサントを買収したバイエルに流れてるということでしょうね。最悪うちわがつかなくても近隣の空き地で大々的に使ってる、すぐ近くと。さっき読みましたね。で、昨日か一昨日の不法記事で25歳の若いプロゴルファー、女子プロゴルファーの方ががんで急逝したんですね。何なんだと。で最初私は福島のいわゆる放射性物質が、2011年 3.15 に流れたと、その影響かなと思ったんですけど、こっちじゃないですかね。いわゆるゴルフ場の除草剤として大量にこのモンサントのラウンドアップっていうのは使われてるんじゃないですかね。ですからそこで毎日みたいにラウンドで、練習したりゴルフをしているプロの人たちはまさにこのラウンドアップの発がん性、
に直撃されるというところで25歳の若さでがんが発症して亡くなったということじゃないですかね。ということで恐ろしい話ですね。これもあれですよ。結局は70年間もアメリカの傀儡政党である自民党が日本の政治権力を独占してきた弊害というか、ありとあらゆるものがおかしくなっちゃったんですね。要するに独裁ですから、誤った政策とか権力乱用とか等々が是正されないで、ますますひどい方向に来てるということで、世界でもうほぼ日本だけじゃないですか、これほどアメリカで批判されているものが日本で、流通するという、このランドアップもそうですし、あるいはヘリコプター、あるいは原発、全部そうですよね。遺伝子組み換え食品、これも全部自民党政権が戦後日本の政治権力を独裁してきたことの結果ですよ。モフネ工房さん、雑草には効くけど芝には影響を与えない除草剤がありますよと。モンサントの製品かは分かりませんがと。なるほど。これはちょっとあれですね、日本のいわゆるゴルフ場がおそらく数千あると思うんですけど、ゴルフ場の除草剤、芝には影響されないで雑草を取るような除草剤がにモンサントのこのラウンドアップが使われてるかどうかっていうのはちょっと調べないといけないですね。親戚の人とか、あるいは知り合いにゴルフ場に勤めてる人がいればちょっと聞いてもらいたいですね。除草剤何使ってるんですかって、ラウンドアップっていうのを使ってないですかって。ということで、今日のメインテーマは大変な時代になっているということを唯一暴露したあれですね、マスコミですね。マスコミまでね、ミニコミですね。東州新聞、よくここまで調べてますね。ぜひこの情報を拡散してください。そしてモンサントラウンドアップの販売禁止、させるという運動を起こしましょう。ということです。現在時間が73分50秒ですね。視聴されている方が、同時に視聴されている方が61名、全体で151名、そして、コメントが43件ということですね。今日のトピックス、体罰横行も監督が隠蔽、バレー強豪私立尼崎高校の暴力体質で日刊現代です。天皇制ですよ。小天皇が跋扈していると、誰も批判できないと。だから最悪の事態になるまで解決されないと。最悪の事態になっても当事者は隠され、関係ない関係者が謝罪して一件落着と。警察も一切動かないと。本来だったら失神して鼓膜まで破ったこのコーチは少なくとも傷害罪で逮捕
されるでしょ、まともな社会だったら。日本は違うんですね。から2番目、安倍政権、究極の二枚舌を金融庁、公的年金に頼るなの唖然という日刊現代ですね。今日付けですね。要するに安倍はなんか100年持つ年金制度みたいのを歌ってるんですけど、金融庁は公的年金に頼るなと、お金のあるうちに投資しなさいという全く同じ政府なんですけど、真逆のことを言ってやるんですね。から次、インドが再び負けたことで世界も負けたのだと、モディ首相の圧倒的勝利をスタルデフが語るということ、デモクラシーナウ。これインドのモディ首相が再選されちゃったんですね。で総選挙前の予測では敗北するんじゃないかということを言われたんですけど、蓋を開けてみたら圧勝しちゃったということなんですね。インドのナレンドラ・モディ首相は圧倒的勝利で再選され2期目を務める見込みと。今回の選挙でモディのインド人民党は543議席中325席を獲得すると見られていると。このままいけばモディ首相は人民党が数十年ぶりに与党に返り咲いた2014年よりも大きな大多数派を確保すると。ほとんどの分析では人民党は議席を減らすと予想されていたと。モディ政権は市民社会の弾圧、性的や人権擁護活動家、弁護士、作家を標的とした取り締まりなどで非難されてきたと。人権擁護団体は特に不可先民やイスラム教徒など社会的弱者に対する攻撃に警鐘を鳴らしているということですね。何なんだと。総選挙の予想とは違って圧勝しちゃったっていうのは不正選挙があったんじゃないですかね、これデモクラシーナウの記事ですね。それから同じデモクラシーナウの23日の記事、米国はラッカの生存者へ賠償金を支払うべきと。アムネスティ、米主導の攻撃で1600人が殺害された。すごいですね。で、この記事、アムネスティ・インターナショナルが米国に対し米主導の連合軍による落下攻撃の生存者への賠償金の支払いを求めていると。アムネスティ・インターナショナルとイラク、シリア、リビアでの空爆による民間人犠牲者数をモニタリングする組織エアウォーズによる最近の調査では、米主導の連合軍は2017年自称イスラム国 IS 崩壊を目的とした軍事攻撃をラッカで行い、民間人1600人以上が犠牲となったと。連合軍は数千回の空爆及び数万の砲撃をラッカに向けて行ったと。これはベトナム戦争以降では記録的な数と。当時米国はこれは史上最も正確な攻撃だと主張していたということなんですね。ひどいですね。1600人以上ですよ。で、アムネスティ・インターナショナル USA のマーガレット・ファン事務局長に話を聞くと、ファンは今週調査のためラッカを訪れたばかりということですね。それから5つ目、トランプ氏大相撲へと千秋楽で急須と湯飲みが使えなくなるというバカなことをやってるんですね。でしかも
貴賓席、隔離された貴賓席で見ればいいのに、安倍はですね、一番のいわゆるスナックかぶりみたいなところを1000席をトランプのために、一般に売らないで確保して、そこで、千秋楽見物させるというふうにしたから大変なんですね。だから湯飲みとか茶碗っていうのが陶器ですから壊れると、そして凶器になるということで、禁止なんですね。だからまあこれは安倍が考えついたアイデアですよ。今日の重要情報ですね。安倍首相が新天皇に内奏の夜、今の天皇はドアまで送ってくれたと自慢。宮内庁は否定したが、官邸幹部との食事会でた。これバカみたいという、本当バカだよね。1000席空けてるんですって、たった一人のために。だから普通だったら一席1万数千円で販売するんですけど、だから1000万円以上がどうするんですかね。国民の税金で払うんですかね、政府が。だからもうこんなバカ一日も早くからですね、打倒しないといけないんですよね。やりたい放題ですからね。ということで、今日の重要情報、要するに毎日新聞の報道は正しかったんですよ。自慢話あいつはしたいから、身内みたいなものを集めた食事会で自慢げに言ったんですよ。新天皇はわざわざ私を送ってくれたけど、平成天皇は座ったまま送ってくれなかったという批判をしたわけでしょ。でそれに対して宮内庁の次官がですね、警察官僚がそんなことは一切ありえないと、上皇に対する上皇に対して非常に非礼だという批判をしたわけですけど、実際は安倍は口が軽いですから自慢話で、言ってんですね。毎日新聞はちゃんとあれですよ、抗議すりゃいいんですよね、宮内庁副長官の。ということで、今日の放送はこれで終わりです。現在、日本時間で、夜の10時49分ですね。このモンサントのラウンドアップ、これはもうどうにかしないとダメですよ。これどうにかしましょうよ。我々が立ち上がるしかないですよね。ということで今日の放送はこれで終わります。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただいてありがとうございました。ということで明日明後日はお休みなんで、来週月曜日ですね、またよろしければ合流してくださいと。のんさんお疲れ様ですということですね。ということで今日の放送終わります。終了です。